全力疾走で女性に駆け寄り何かを浴びせかけて去っていった男。この後女性に訪れた地獄の苦しみとは。2021年3月17日、アメリカニューヨーク州エルモント。熱い、燃えてる。夜8時30分、叫び声を上げ自宅へ駆け込んだその女性はナフィア・イクラムさん。何かの液体を浴びせられた彼女の顔は赤くただれていました。神様お願いします。私はまだ21歳です。死にたくない。液体を飲み込んでしまったナフィアさんは数分後には舌が腫れて呼吸困難の状態に。父親はすぐにそれが硫酸だと気づき911へ通報。母はどうにか娘を助けようと彼女が顔に浴びた硫酸を必死に洗い流しました。一体誰が何の恨みを持ってナフィアさんを襲ったのか。実は彼女に硫酸を浴びせかけた犯人は。何者かに硫酸を浴びせられ地獄の苦しみを味わった女性。犯人の底知れぬ恨みの正体とは。女性に一生の傷を負わせたのはある男の異常な執着だったんです。おさすけちゃんです。みやみやみこです。というわけで、やみやさんね、最近日本の食材を使ったスイーツみたいなのを探してるんですけど、はい定番で抹茶とかさ、ほうじ茶とかさ、うんあるじゃないですか。はい。これも本当に美味しいんですけど、はい日本食材のレジェンド、やみやみこは次何来ると思います？次はい難しすぎ。難しいよこれ。噛んで噛んで。あと3秒判定します。いやいきまでもす。3、2、1。山椒。山椒ね。ちゃんと真面目なことでしたね。はい山椒ってね、みかん科の植物だかうら、んすごいね、香りがいいのよね。うん、確かにで、ね。うなぎとの連想がすごいさ、うん紐づいちゃってるから、うん山椒食べた時なんかうなぎをイメージするっていう欠点はありつつも、うん香り高い山椒の種類があって、うんその山椒とかはすごい柑橘の香りがするから、うんフレッシュなものに合うのよね。だから、なるほどねチョコレートに、うんオランジェットチョコレートとかある、うん、あるね。あれに山椒をまぶしたりとかあ、ーそもそもチョコとオレンジって相性がいいから、んオレンジのジュレが入ったものに山椒が入ってたりとかするチョコもバレンタインデーとかに出るぐらいだから、うん日本の山椒、山椒ね。中国にもあるけど、うん、香り高いものってさ、例えばコーヒーとかもそうだけど、はい味の差分が分かりやすいじゃん。なんかめっちゃ柔らかいやつってさ、本当に多分精通しないと一緒かな分かりにくいわねみたいなさ、うんそうだから確かにやめこさん言う通り、うなぎと連想しない新たな入り口としては面白いかもしれないし、はいなんか店にあったら確かにちょっと挑戦してみたくなる食材かもしれないですね。はい。うんうんうんまあなのでちょっと皆さんなりにね、アルゴの人さん、女性の方も多いんでね、女性の方結構カフェとかいろんなね、スイーツ店とか行かれる方もいらっしゃると思うんですけど、おすすめのお店とか、今このスイーツ私の中で来てるよとか、こういうトレンドあるよっていうのがあったらね、ちょっと僕マジで行こうと思ってるんで、ぜひね、コメント欄で教えていただければと思います。本日はアメリカ・ニューヨークで起きた非常に恐ろしい事件をご紹介します。これ被害者の女性はね、顔に硫酸を浴びせられ、数十回もの手術をしなければならないというね、非常に恐ろしいね、苦痛を味わわされているんです。これアシッドアタックってやつでしょ、うんその傷って一生残るしさ、医療が発達したらどうかは分かんないんだけど、うんそうやってもう苦しみがいつまでも続くようなね、うん犯罪ってほんと許せないわね、これ本当に卑劣としか言えないんですけど、実はこれね、5年間未解決だったんです。そして5年越しにたどり着いた犯人は、誰もが予想し得ない人物だったんです。苦悩を超えて。2026年2月10日、アメリカ・ニューヨーク州ミネオラナッソー郡裁判所の前で一人の女性が報道陣のインタビューに答えていました。たとえ何が起きようと、私は決して道徳心や人間性を手放さないと決めました。そこに彼が負けた理由があり、それこそが彼の転落の始まりだったんだと思います。そう語る女性の名はナフィア・イクラムさん。彼女は5年前、自宅前で何者かに 70% の濃硫酸を浴びせられました。事件はかねてから未解決だったのですが、この前日に実行犯とみられるテレル・キャンベルという男が逮捕。罪状認否に際し、被害者のナフィアさんも裁判所を訪れたのです。5年前の事件によってナフィアさんは顔や胸、腕、手首、肩などに皮下組織にまで及ぶ深刻な火傷を負いました。コンタクトが目の中で溶けてしまい、右目は失明。硫酸を口から飲み込んでしまっていたために、喉や食道にも深刻な損傷を及ぼし、一時は何も食べられず声さえ出せないこともあったほど、顔面の再建手術、皮膚移植などを数十回繰り返し、現在も継続して手術が行われているといいます。 PTSD や抑うつなどの精神的な症状も伴い、背後から襲われた経緯から今も常に後ろを警戒する癖が取れないというナフィアさん。一人で外出するのも足がすくみ、大学の授業にも両親の同伴が必要。そんな計り知れない障害を抱えながらも、ナフィアさんは家族の支
えを借りながら必死にそのトラウマと戦ってきました。その5年間の屈辱の末、ようやく犯人が逮捕されたのです。硫酸って聞いた時点で悲惨なのは想像してたんだけどさ、物も食べられない上に声も出せないなんて、いや想像以上に壮絶よこれは。浴びせられたら一瞬で取り返しのつかない事態になるって考えると本当に怖いっすよね。警察は現場付近の防犯カメラから事件発生直後に犯人の車を確認していました。しかしその赤い乗用車は一般的な車種だったため所有者の特定が難航。他にも犯人がマスクをしていたことやスマホの通信記録や SNS などのデータ取得に時間を要したことから捜査が長期化したとされています。一方でもともと医師を志していたナフィアさんは回復に伴い自身の経験を生かしてトラウマを持つ女性のアドバイザーになりたいと願うように、過酷な運命にも負けない彼女の姿勢に後押しされ、犯人の情報提供に対する懸賞金は段階的に増額。最終的に5万ドル、日本円で約800万円に達した結果、2025年の末には犯人特定のきっかけとなる情報が寄せられました。そこから警察は犯行車両と一致する赤い乗用車が犯人キャンベルの自宅前に止まっているところを確認。この頃には通信記録などの証拠も揃っており、2026年2月、ついにキャンベルの逮捕に動いたのです。逮捕されたキャンベルはニューヨーク州ブルックリン在住の花の配達員、ヤングベースドプリンスの名で活動するラッパーでもありました。驚かされるのは彼がナフィアさんを襲った際の犯行内容を曲にしていたこと。キャンベルは2023年にオブシディアンという楽曲を YouTube に投稿。次のような内容を歌っていたのです。夜の街でヒットマンのように駆け寄ってお前の顔を酸で焼き尽くしてやる。女性の顔に硫酸を浴びせるという卑劣な犯行に及び、5年も捜査の目を逃れながらまるで武勇伝を語るかのようにその内容を曲にしていたキャンベル。彼は一体何の恨みがあってナフィアさんを襲ったというのでしょうか。いえ、恨みなどあるはずがありません。なぜならキャンベルとナフィアさんは事件の日まで一切面識がなかったから。面識のない女性に硫酸なんてなんで浴びせかけんのよ。何の恨みもないのにマジで意味がわかんないじゃないのよ。これなぜキャンベルは恨みなどない女性を襲ったのか、実はね、彼の裏で糸を引いている人物がいたんです。見知った元凶。なぜキャンベルは面識がないにもかかわらずナフィアさんを狙ったのか。実はその犯行は単なる悪ふざけでも無差別なものでもありません。ヒントは彼の楽曲オブシディアンの歌詞にあります。夜の街でヒットマンのように駆け寄ってお前の顔を酸で焼き尽くしてやる。その曲の中で歌われるヒットマン、要するに殺し屋を意味するその言葉はキャンベルが何者かに雇われた実行犯であることを示しているのです。キャンベルが行ったような恨みや怒りと関係のない犯行は道徳的攻撃と呼ばれていて、このことは彼の罪悪感のなさにもつながってくるんです。というわけで本日のメトラキーワード、道徳的攻撃について。道具的攻撃とは怒りや恨みの爆発ではなく、報酬や目的のための手段として行われる暴力のこと。こうした暴力では相手への感情よりも目的達成が優先されるため、人を傷つけることへの罪悪感が希薄になり、ブレーキが効きにくいと考えられています。実際アメリカで起訴された成人91人を1年間追跡した研究では、この道具的攻撃の傾向が1段階強まるごとに暴力再犯のしやすさが約 9% ずつ上がっていました。さらに過去の研究では道具的攻撃はサイコパシー傾向とも関連しやすいとされています。キャンベルはナフィアさんに個人的な恨みがあったわけではなく、頼まれて犯行に及んだと見られています。その道具的攻撃の側面からキャンベルには罪悪感がなく、見知らぬ相手への暴力をラップで武勇伝のように語る冷淡さにつながったのかもしれません。逮捕の決め手となったデジタル証拠はキャンベルのスマホや PC などに残されていた硫酸除去剤、警察は被害者を守るかなどの検索履歴、また彼は被害者のナフィアさんについてある人物と大量のメッセージをやり取りしていました。そのやり取りの中には事件直前にその人物と待ち合わせをしていたことを示すものも。何より犯行時にキャンベルが乗っていた赤い乗用車はその人物の車。その人物こそキャンベルに硫酸攻撃を依頼した犯行の首謀者と見られたのです。キャンベルの逮捕から1ヶ月半後の2026年3月24日、警察は続けてその人物を
逮捕しました。その人物の名はシャキール・コーク、31歳の看護学生でした。そしてコークが逮捕された日、被害者のナフィアさんは報道陣に向かい感情をあらわにこう言いました。事件の日からずっと言い続けてきました。私の地獄が終わる時、彼らの地獄が始まるのだと。犯人への底知れぬ怒りを感じさせるその言葉が出てきたのは、彼女が5年間で感じた苦痛だけが理由ではありません。実行犯のキャンベルに犯行を依頼したコークというその男はナフィアさんの元彼なのです。コークは警察の取り調べに対し次のように供述しました。ナフィアに破滅的なことが起きてほしいと願っていた。因果応報だろ。事件の5年後に犯人が分かって、それがしかも元彼だったってさ、うん辛すぎるわよ。めちゃくちゃ陰湿っすよ。うん気になるのは元彼コークがナフィアさんに対して因果応報と言っていたことなんです。彼は被害者ナフィアさんと破局するときにね、ナフィアさんが言ったある発言に対して腹を立てていたんです。的外れな復讐心。犯行を主導したシャキール・コークは実行犯のキャンベルと同じくニューヨーク・ブルックリンの出身で、2人は高校時代の友人。そしてコークと被害者のナフィアさんは大学のつながりを通して知り合った仲でした。2人は2020年の末頃から交際していましたが、数ヶ月で破局。その関係性については互いに認識が違っており、ナフィアさんに至っては2回デートをしただけとも語っています。2人は2021年2月頃に別れたのですが、その頃ナフィアさんは気味の悪い体験をしているのです。2021年2月、何気なく SNS を開いたナフィアさんは見知らぬアカウントからメッセージが届いていることに気づいた。何これ、コークの知り合い？アカウント名はウィーズィ・デュレル。コークの知人と思わしきその人物は彼のことを根掘り葉掘り質問してきた。コークのことを正直どう思ってるんだ？他に好きな男ができたから別れたんじゃないのか？面識がないにもかかわらず踏み込んだ内容を送ってくるその人物を不気味に思いながらも、ナフィアさんは正直にこう返信した。そもそも彼と真剣に付き合ってたつもりはないわ。彼女は気づいていなかった。そのウィーズィ・デュレルという人物がコーク本人であることに。ナフィアさんから送られてきたメッセージを前に、画面の向こうの彼は怒りに顔を歪ませていた。コークが言ってた因果応報ってもしかしてこのことなの？だとしたらこんなことでさ、硫酸浴びせかけて他人の人生ぶち壊してさ、明らかにやりすぎだし、めめしすぎる。これ犯人本人がね、この発言がきっかけだって言ってはないものの、検察は交際は真剣じゃないよっていうね、このナフィアさんの発言がきっかけだと睨んでいたんです。SNS で別人を装い被害者のナフィアさんに接触を図っていたコーク。それだけではなく、彼はナフィアさんの勤務先まで特定、位置情報を追跡する方法をネットで調べていたりと、尋常ではない執着を見せていました。そして SNS の偽アカウントとのやり取りについてナフィアさんはこう感じたと語っています。コークは君を大事に思っている。破局には誤解があったという印象付けをしようとしていると。コークとしてはナフィアさんにいいイメージを持たせて復縁する狙いがあったのかもしれません。そこで予想外のそもそも真剣な交際ではないという返答を受け、怒りが抑えきれなくなったと考えられるのです。ここからコークは高校時代の友人であるキャンベルを仲間に引き入れ、犯行計画を主導。具体的な報酬があったかは不明ですが、キャンベルは被害者のナフィアさんに耐え難い苦痛をもたらすその犯行を買って出たのです。全てを失った夜。2021年3月17日の夜8時半、調剤助手として働いていたナフィアさんは薬局での勤務を終え、ニューヨーク州エルモントの自宅への帰路に着いた。そしてそれは彼女が自宅前で車を降りた時のこと。何？ナフィアさんの視線が捉えたのは、家の前の通りに佇む一人の男の姿。パーカーを目深にかぶりマスクをしたその姿を彼女は一目で不審に思った。男の方をなるべく見ないようにしながら、ナフィアさんは足早に自宅へと歩みを進めていく。彼女は何事もないよう必死に祈っていたが、次の瞬間、視界の端のその男はこちらへ向かって走ってきた。そしてその男の足音が背後まで迫ったその時、素早く体を回転させ振り返ったナフィアさんに男は何かの液体を浴びせかけた。最初はぬるい飲み物がかかったような感覚だったが、その感覚はすぐに激痛に変わった。熱い！顔に何かされた！
が燃えてる。自宅へ駆け込むと同時に声を張り上げ、キッチンにいた父親にそう訴えたナフィアさん。神様お願いします。私はまだ21歳です。死にたくない。彼女はそう繰り返していたが、数分後には舌が腫れ出し、呼吸さえままならなくなってしまう。急いで911へ電話をかける父と、ナフィアさんの顔の異物を洗い流そうとする母。何気なく過ごしていた家族のその夜は一瞬にして地獄絵図に変わってしまった。事件によってナフィアさんは深刻な後遺症を負い、現在も手術を繰り返していますが、それでもとっさの判断で被害を抑えられた部分がありました。背後に迫る男の気配に気づいた彼女は、高校時代のバスケの経験を生かし、ピボットという軸足を動かさず回転する方法で振り向いたといいます。振り向き方が違っていれば、さらに致命的なダメージを負っていたとされ、その素早い身のこなしがナフィアさん自身を助けていたのです。犯行を主導したコークは事件の約1時間前、実行犯のキャンベルを車で迎えに行っており、現場にも居合わせたとされています。彼らは約30分前からナフィアさんの自宅付近で待ち伏せをし、硫酸を浴びせかけた後すぐに逃走。さらにコークはナフィアさんに傷を負わせた2ヶ月後、番号を偽装するサービスを使い、彼女に次のようなメッセージを送りました。お前化け物みてえな顔してんな。顔に深刻な傷を負ったナフィアさんの容姿をコークはフレディ・クルーガーなどと呼んで嘲笑。フレディ・クルーガーは映画「エルム街の悪夢」に登場する顔が赤く焼けただれた殺人鬼のこと。コークは犯行だけでは飽き足らず、そうやってナフィアさんの尊厳を徹底的に踏みにじろうとしたのです。こんなやつ別れて大正解だと思うんだけどさ、こういうやつほどって言ったらちょっとあまりにも偏見かもしれないけど、拒絶するほどさ粘着してくる人っているじゃない。どんな対処したらいいか分かんなくなるわよ、そんな。ただこういう人ってどんな接し方しても、なんでそんな言い方するんだってね、揚げ足取りじゃないけど嫌なとこばっか見つけるような、結論が先にあって全部悪い方に結びつけちゃう、ね、いるんですよ、そういうやつ。周りの人にね、やばいやつに狙われてるよって相談したりね、家族でも本当に警察でもいいし、またなんか証拠となるようなスクショは残しておいたり、もしなんか起きた時のためにね、そうやってね、防衛策とかね、防御しとくっていうのは、ね、本当に大事だなと思います。コークたちの卑劣な行為に決して屈さず、5年間苦難の日々に抗い続けたナフィアさん。その願いが報われ、キャンベルは2026年2月10日に起訴、コークは3月24日に起訴される運びに。それぞれ有罪となれば最大25年の禁錮刑の可能性があるとされています。2人はいずれも無罪を主張。証拠の多くが検索履歴やメッセージのやり取りなどに頼っていることから、コークは全て状況証拠に過ぎないと語っているといいます。今後の裁判ではそれらの証拠にどれほどの信用性があるかが争点となってくるでしょう。コークのような元交際相手への執着から犯行に及ぶ心理をオブセッシブ・リレーショナル・イントゥルージョン、日本語で執着的関係侵入と読みます。拒絶された際、逆に失った関係を取り戻したいと執着が強まり、相手の気持ちよりも自分が納得することが優先になってしまう。その結果、監視や相手を試すような行動など行き過ぎた行動に出てしまうのがこの心理状態の特徴。自分が別れたいと思っていても、この状態に陥っている人に気持ちを理解してもらうのは困難です。あなたは同じように気のない相手から執着された経験がありますか？そうした相手から身を守るにはどのように距離を取ればいいのでしょうか？おぞすけんちゃんです。やみやみ。というわけでね、皆さんね、お知らせなんですけど、シーシャバーシュメル7月にオープンしてからね、もう半年以上経ちまして、はい。本当にね、多くのメトラーさんだったりとか、アルゴメトリ見てないね、本当に一般の方とかがね、もう今はもうそっちの方が多いんですけど、すごいね、来てくれてね、本当にちょっと忙しくなって、いい意味で。なので、ちょっとこの度ね、若干名ではあるんですけど、シーシャバーシュメルで一緒にね、働けるね、仲間をね、募集したいと思います。というわけでね、場所はね、恵比寿駅のね、西口からね、徒歩5分。日比谷線4番出口からは徒歩10秒ぐらいのね、すごいいい立地にあるんで、で、こう内装はね、アンティークだったりとか、曲はジャズっていうのに限定して、その中で C 社をね、たしなめるっていうね、素敵な空間になってますんで、本当に一緒に働いてるね、仲間もね、ヤミコさん来たことあるからね、わかると思うんですけど、本当にいいメンバー揃ってるんで、ちょっとね、もちろん応募した全員を採用することはできないんで、逆にいい意味でちゃんと人を見極めて採用してるんで、そこはね、安心していただければと思うんで、ちょっとそういったね、環境に身を置いてね、一緒に C 社バーで働いてみたいよっていうね、メトロの方がいたらね、ぜひね、概要欄、固定コメントのね、モンテッドリーの方からね、応募いただければと思います。皆さんのね、ご応募お待ちしてます。